アメリカ最古のモーターサイクルブランドインディアンモーターサイクル、日本で一番新しくて詳しい情報をお届けしておりますインディアンモーターサイクルマニア V 型エンジン大好き西尾です。今回はコメント欄でも以前お寄せいただいてたハーレー・ダビッドソンとインディアンモーターサイクル、どのモデルがどのモデルに相対しているのかというお話。クルーザータイプのバイクお探しの方には非常に参考になる動画やと思いますので、ぜひ最後までご覧になってください。早速インディアンモーターサイクルとハーレー・ダビッドソン、どんなバイクのカテゴリーがあるのか先に見ていきたいと思います。こちらインディアンモーターサイクル、メーカーのホームページ分かりやすくカテゴリー分かれてます。クルーザータイプのバイク、クルーザーカテゴリーがスカウトとチーフで FTR、 アメリカンスポーツネイキッドの FTR と、あとはバッグがついているツアラーと、ツーリングはバッグがついているツアラーをさらにツーリング特化仕様にしたよと。足元のフェアリングだったりタンデムも快適で、かつ荷物も大容量で積めますよというツーリングカテゴリーと、エリートというのが一台一台ハンドクラフトにこだわって一番快適で一番贅沢な、そんな限定車。インディアンモーターサイクルはクルーザー、FTR、バガー、ツーリング、エリートと5つカテゴリーが分かれております。ではハーレー・ダビッドソンホームページを見ていきます。グランドアメリカンツーリング、クルーザー、トライク、アドベンチャーツーリング、スポーツ、あとは X ですねと電動バイクという感じにカテゴリーが分かれてるんですけど、今回ね電動バイクと X とあとトライクに関してはインディアンモーターサイクル設定がそもそもないので、それ以外グランドアメリカンツーリング、クルーザー、スポーツ、その3カテゴリーでインディアンモーターサイクルとハーレー・ダビッドソン相対する車両をご紹介していきたいと思います。ではハーレーのスポーツカテゴリー2機種ラインナップされています。スポーツスター S、 ナイトスタースペシャル、こちらどちらも水冷のエンジンで 975cc と 1250cc、 伝統あるスポーツスターから生まれたカテゴリーでは、このハーレー・ダビッドソンのスポーツモデルに相対するインディアンのバイク、まずは FTR。 バイク自体の出身は異なるんですけれども、ハーレー・ダビッドソンはスポーツスターから生まれたカテゴリーで、インディアンの FTR はフラットトラックレース生まれのアメリカンスポーツネイキッドということで相対していると。もう一つこちらね、スポーティーな走りをさせるクルーザーということで、もう一台ご紹介したいのがインディアン101スカウト。こちらインディアン史上最も最高のバイクと称されました過去の101スカウトを現代に再構築したモデルになってます。足回りがっちりと。このスカウトシリーズの中でも101だけはエンジンチューンアップして走りに特化した仕様になっているということで、 FTR と101スカウト、こちらがハーレー・ダビッドソンのスポーツカテゴリー相対するモデルたちになります。で次クルーザー、どちらもクルーザーカテゴリーを見ていきたいんですけども、ハーレー・ダビッドソン2025年クルーザー、このようなラインナップになっています。ストリートボブ、ローライダー S、ローライダー ST、 あとはブレイクアウト、ファットボーイ、ヘリテージ、クラシックと6ラインナップになってまして、まずは見た目のねコンセプトが一番分かりやすいヘリテージクラシック。ヘリテージクラシックと相対しますインディアンモーターサイクルのクルーザーのバイク、こちらですね。スーパーチーフダークホースおよびスーパーチーフリミテッド。ハーレー・ダビッドソンのヘリテージクラシックも名前の通りヘリテージ、歴史的なスタイルを象徴するような深めのフェンダーと大型のタンク、あとはツーリング仕様になっているちょっとアップ目のハンドルにこのフロント周りフェアリングとフォグランプ、ダブルシートとバッグがしっかりついた
いかにもアメリカンなツーリングバイクというスタイルになってまして、スーパーチーフダークホース同じようにフロントのスクリーンと後ろのバッグという形で、どちらも空冷のエンジン使ってまして、ロングツーリング向けクルーザーという形に仕上がっております。続いてこのローライダー S とローライダー ST、 こちらをちょっと見ていきたいんですけど、ローライダー S、 こちらねハイパフォーマンス系クルーザーの、ハーレーダビッドソン代表する車種になってまして、フロントの足回りとかね、この辺エアクリーナーとかちょっとスポーツなライディングをする、そんなスタイルになっているローライダー S およびローライダー ST は、さらにローライダー S をクラブスタイルのカスタマイズを施した大型のフェアリングとバッグがついてますという車両になるんですが、ハーレーダビッドソンのハイパフォーマンス系空冷クルーザー、インディアンモーターサイクルで相対するモデルだとこちらですね、スポーツチーフ RT、 これはバッグ付きのモデル、こちらスポーツチーフですね。こちらも足回りがっちりとで、クラブスタイル、いわゆるこう走れる系カスタムを施してある車両というイメージで、ハンドルが大きく立ち上がったバーハンドル仕様、小ぶりなビキニカウルというパフォーマンス重視のハイパフォーマンスクルーザー。これね、ウォーキングデッドっていう映画のね、某主演級の俳優さんが乗ってはります。スポーツチーフとローライダー S、 ローライダー ST シリーズ。続きましてこちらストリートボブ。これね、ハーレーダビッドソンの空冷エンジンのモデルの中で一番シンプルなスタンダードに作ってある車両になってます。長野芽郁さんが乗ってるということでちょっと話題になってるストリートボブ。こちら空冷モデルのクルーザーの一番スタンダードでシンプルなやつということで、インディアンモーターサイクルだとこのチーフダークホースですね。これインディアンの空冷サンダーストロークエンジンを積んでるチーフシリーズの一番シンプルな車両になってます。こうして見るとね、キャストホイールやったりスタイル的な近さよく感じます。インディアンモーターサイクルクルーザーのカテゴリーでこのハーレーのストリートボブと相対する車両結構たくさんあります。こちらね、例えばこのスカウトクラシックとかスカウトボバーとか、あとは排気量をちょっと抑えたシリーズのスカウト60クラシック、スカウト60ボバー、この辺もねインディアンのバイクの中でクルーザータイプのシンプルな車体というところで、ストリートボブとインディアンのスカウトシリーズ比べていただくのは十分ありやと思います。どんどんいきます。ハーレーダビッドソン、このクルーザーカテゴリーの中でどう考えてもジャンル分けが難しい車両がこちら、ブレイクアウトとファットボーイ。これね、日本で一番人気の車両たちなんですけど、スタイル的にね、後ろのホイールがめっちゃ大きくてカスタムルックを最初から体現しているような、そんなファクトリーカスタムという趣の空冷エンジンのクルーザーブレイクアウトと、でこちらファットボーイはもう日本でもかなりおなじみなんですが、昔からあるファットボーイが現代まで続いて今こういうスタイルになっています。ファットボーイね、昔ターミネーター2という映画でシュワちゃんが乗ってたやつですね。それの現代バージョン。こちらがブレイクアウト同様にリアのホイールがかなりぶっとくなってまして、なのでファットボーイとブレイクアウト、ちょっとインディアンのクルーザーでこれやなっていうのは、私があえて推したいのはこちらチーフボバーダークホース。フロント周りちょっとクラシカルなスタイルにしながらも全体的にちょっとボバーのようなスタイル、カスタムルックなクラシックバイクというような趣でデザインされていますチーフボバーダークホース。ファットボーイとブレイクアウト、ぜひねチーフボバーダークホース比べてみてあげてください。ハーレーダビッドソンの中でも最もボリュームがありますこのグランドアメリカンツーリングシリーズ。
ざっとご紹介しますと、ストリートグライド、ロードグライド、あとはウルトラですね。この後ろにタンデマーさん超楽々仕様究極旅バイク、あとは CVO カスタムビークルオペレーションという名称の略なんですけども、名前の通りメーカーがファクトリーカスタムを施した、究極のハーレー・ダビッドソンというような車両になってます。こちらもストリートグライド、ロードグライド、ロードグライドの ST とハーレー・ダビッドソンのグランドアメリカンツーリングに相対するモデル、インディアンモーターサイクルだとこちらバガーモデルですね。ハードバッグがついてフロントにフェアリングがついているという車両になるんですけど、こんな感じでストリートグライド、ロードグライドの違いでいくと、このフロントのカウリングがハンドルと一緒に動くか、ハンドルを切っても動かないかっていう大きな違いがあるんですけど、そこの視点で見ていくと、ストリートグライドに相対するインディアンのモデルといえば、今水冷モデルも空冷モデルもラインナップに残っておりますこのチーフ10、こちらのハンドルを切ってもフロントフェアリングが動かないハーレー・ダビッドソンのロードグライドに相対するモデルとしましてはインディアンチャレンジャーですね。ちなみにインディアンチャレンジャーはバガーというアメリカンバイクのカテゴリーにおいてハイパフォーマンスクルーザー、ハイパフォーマンスバガーっていう概念をゼロから作ったぞと、その名の通りすっごいいいバイクです。ストリートグライドはインディアンだとチーフ10、ロードグライドはチャレンジャーと、そしてこちらストリートグライドのウルトラ、タンデムも快適、荷物もたくさん積める超旅仕様になっていますが、こちらに相対するインディアンモーターサイクルのバイクだとツーリングというカテゴリーが出ております。こちらもね、今モデル新しく発表されたものとかもあってバリエーション非常に多いんですけど、ハンドルを切ってもカウルが動かないチャレンジャーのツーリングモデル、パースート、リミテッドとダークホース、あとは新型エンジンになったモデルたち、あとはチーフ10のツーリング快適仕様ロードマスター、あとはもうそろそろなくなってくるんですけど空冷モデルもまだラインナップがギリギリ残ってますので、こんな感じで空冷のロードマスター、ダークホース、あとはリミテッド、エリートという感じで、アメリカンクルーザーという一番大きいグランドアメリカンツーリングというカテゴリーでいきますと、インディアンモーターサイクル非常に多彩なラインナップになっているかなと思います。そして今ね、ハーレー・ダビッドソンではちょっとなくなってしまったんですけど、インディアンモーターサイクルにはね、このバガーモデルでいわゆるハーレーでいくとロードキングに当たるようなモデルたちも出ております。スプリングフィールドとスプリングフィールドダークホース、この辺ね、車両詳しく紹介している動画ありますので、ぜひ概要欄から気になった人はチェックしてみてください。そして、こちら最後ですね、ハーレー・ダビッドソンの最高峰 CVO ストリートグライド、 CVO ロードグライド、 CVO ロードグライド ST に相対するインディアンモーターサイクルのバイク、こちらエリートシリーズという車両たちになります。インディアンモーターサイクルのエリートっていうバイクに関しては、例えばチャレンジャー、パースート、ロードマスターっていうレギュラーラインナップで出ているバイクに特別なハンドペイントを施してあるっていうのが一番こう差別化してあるところになるので、こんな感じでハーレー・ダビッドソンの CVO いろんなカラーが設定があったり、CVO 専用の装備っていうのもおごられているものもあるんですけれども、インディアンモーターサイクル一番の違いは既存モデルよりも大幅に手をかけたペイントというのが言えるかと思います。こちら2025年モデルとしてはチャレンジャーのエリートとパースートのエリートで、空冷モデルのロードマスターエリートという形で、一番ね最高峰ハーレー・ダビッドソンの CVO とインディアンのエリート、こちらね、ぜひ機会があればどちらも見比べていただけると両メーカーのものづくりへの
こだわり一番強いバイクだと思いますので、感じていただけるんちゃうかなと思います。ロードマスターエリートとか25年で発表になったチャレンジャーパースートのエリートモデルに関しては別の動画でも解説してますので、気になる方是非概要欄からチェックしてみてください。今回の動画では同じアメリカのメーカーというところでハーレー・ダビッドソンとインディアンモーターサイクルどのような車種があるのか、どのように比べていくとバイク探し楽しいかというような視点でお話しさせていただきました。気になった方是非ね、ハーレーのディーラーさん、インディアンのディーラーさん足運んでいただいてスタッフさんにいろいろ聞いてみてください。このチャンネルではインディアンモーターサイクルの日本で一番新しくて詳しい情報をお届けしております。高評価、チャンネル登録、あとはこんなトピックを取り扱ってほしいなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。